はい、やっぱほら、ちょっといろいろおかしなところがありますから、今日はですね、皆さんにX で私がよく見かけるね、コメントがあるんですよ。もう本当になんかいろんな人がいろんなこと言うんだけど、いくつか本当共通したコメントがあって、で、俺はそのコメントに対して、いや、それちょっとおかしいだろっていうところがあるんで、それをいくつかご紹介したいと思います。まず1点目が、シンガポールの出生率は日本より低くて草ってやつ。これ確かにね、シンガポールの出生率っていうのはもう1切ってるんで、日本より低いですよ。だけど、シンガポールはそれを補うために、毎年3万人の外国人に永住権発行してるんで、その、なんつうの、人口の減少分を補ってあまりある人たちに、永住権発行してますからね。日本って80万人ぐらい毎年減ってるんですよね。もうこれからね、もっともっと減る人口増えていくんですけども、それね、考えるんだったら、日本も100万人ぐらい永住権出さなきゃいけないですけど、大丈夫ですか？心配するなら日本のこと心配してくださいっていう感じですよ、私からすると。はい。2点目がね、これも多いね。シンガポールは独裁政権で草ってやつ。まあこれも本当で、シンガポールってPAP、People's Actions Party っていう政権があるんだけど、事実上独裁政権と言ってもいいかもしれないですね。ただこれも言わせていただくけど、日本は違うの。日本だって自民党、カルト政権の独裁政権じゃん。で、今回さ、総選挙やったところで多分また自民党勝つと思いますよ。独裁じゃないんですかね。で、しかもね、シンガポールの PAP ってすごく優秀、めちゃくちゃ優秀なんですよ。経済成長もしてるしね、シンガポールご存知の通り。で、日本はどうなの？ダメじゃん。日本は、その、ダメダメな独裁政権ですよ。シンガポールの、心配なんかなさらなくても大丈夫です。はい、次3点目。シンガポールは外国人労働者を調整弁として使用していて残酷であると。まあ、これも有名な話で本当なんですよ。シンガポールの、リー・シェンロンっていう、まあ、すごく優秀な PAP の党首がいるんですけども、それが記者会見で、外国人労働者は朝鮮弁として使ってますと、シンガポール人の権利を守るためには、我々はそうしてますっていうことをはっきり言ってるんですね。これは本当なんですよ。でもじゃあ、これもね、日本は違うのっていう話。だって日本ってさ、その日雇い労働者とか、派遣の労働者、これ日本人やってますよね、当然ね。で、業績悪かったら切っちゃうし、正規雇用にする前に、雇い止めみたいなこともするわけじゃない。日本は同じことしてて、それを外国人労働者ではなく日本人に、行ってるっていうのが私の認識なんですけど、違いますか？はい、次、4点目。外国だと業績が悪くなると解雇されるじゃん。まあ、こういう意見もありますね。確かにこれもその通りです。本当シンガポールでも私何度か勤めてる会社の業績悪くなったり、その部門そのものを閉鎖するっていうことで解雇されたことはあるんで、まあ他の動画でもやってますけどね。ただこれね、日本って確かに、無能でもなかなか首は切れないっていう風に言われてるけど、私からするとね、定期的にさ、パワハラとかサビ残で、気の弱い従業員っていうのを一定数解雇してるんですよ。解雇っていうか退職に追い込んでるよね。自分から辞めましたっていう状況にしてるじゃない。だから、俺はね、日本の方が立ち悪いと思うし、労働者が解雇されてる、自主退社に追い込まれてるっていう点では、外国も日本もそんな変わんないんじゃないかなと思います。はい、次ですね。日本の対外純資産は490兆もある。だから日本はお金持ちであるっていう意見も聞きます。で、これさ、赤字国債1200兆はどうなのっていうのが僕の意見なんですけども。で、それに付随してこれ6番なんだけど、日本の赤字国債は円建てなので大丈夫っていう意見ね。これ言っときますけど、日本の赤字国債1200兆なんですよ。世界に出回ってる日本円って125兆円しかないんですよ。つまり日本の借金って市場に出回ってる日本円の8倍9倍の量なんですよね。で、まあじゃあその赤字国債半分ぐらい返却しようっつって600兆とか吸った場合、日本円の価値ってどうなるかってわかりますよね、皆さん。大暴落しますからね。円建てだから大丈夫なんて何の理論にもなってないと私は思います。はい、7つ目。日本は外国語を学ぶ必要はない。
日本語だけで完結できる。これも多いですよね。ただこれよく考えていただきたいんですけども、インターネット上、オンライン上で日本語って3%、4% の割合しかないんですよね。こんなちっこい情報量で、国を発展させるための情報とか、アイディアとか、他国の長所とか短所とかって十分引き出せてると思いますか？私はね、全く思いません。これ他の動画でも言ってますけども、シンガポール人、バイリンガル当たり前なんで、シンガポールはだいたい50%ぐらいの情報をオンラインから引き出せる計算になります。次8点目。翻訳 AI がもうすぐできるから外国語を学ぶ必要はない。これも多いね。30年前から言ってるよね、こんなことね。シンガポールって、バイリンガル当たり前の国なんですけども、それでもに、シンガポール政府っていうのは国民に対して、ことあるごとにですね、特に、中華系の方、華僑の方には、家に帰ったらマンダリン、中国語で、喋りなさいと。これから重要な言語になるんで、しっかり勉強してくださいねってことを言ってるんですよね。で、それにね、対して日本ってのはモノリンガルで日本語喋れないやつばっかなのに、こんな翻訳 AI ができるから外国語を学ぶ必要ないなんていうのは私は間違ってると思いますよ。はい、次。9点目。中国や韓国とは分かり合えない。おお、そうですか。君は中国語か韓国語を一生懸命勉強して相手の言語で議論でもしたんですか？してないですよね。そういうことしてないのに、分かり合えないとか言わない。ちゃんと外国語を学んで、その人たちとコミュニケーションをとって、その上で結論を出してくださいっていうことです。はい、10点目。日本のインフラは素晴らしい。これね、よく言いますけどね、私、日本に帰るたびにですね、思うんですけども、どんどんインフラボロくなってるんですよ、日本が。で、特にその、水道、下水とか、水道管に関してはもう待ったなしでメンテナンス入れていかなきゃいけないっていう話はよく聞くんで、で、それにもう本当に街歩いててもいろいろボロくなってるのは目につくんで、このインフラが素晴らしいっていうのはちょっと怪しいんじゃないかなと私は思ってます。で、はい、次。日本が世界に誇る漫画やアニメ。まあ確かにこれね、素晴らしい作品あると思いますよ。ただ、これ俺が見た限りなんだけど、なんか7割ぐらい、印象論でしかないけどさ、なんか児童ポルノの要素で成り立ってないですか、日本のこういったコンテンツって。その中学生とか高校生とかの女の子に、なんかエッチなね、格好させたり、下着のパンチラとか見せて、それで人気取ってるような作品って多くないですか？俺はそういうとこあんまり好きじゃないですけどね。はい、次。日本は女性が一人で出歩けるほど治安がいい。これも私ね、外国、シドニーと、シンガポール、マレーシアに住んでてですね、体感で思いますけど、日本ってそんなに、安全かなってのはすごく疑問に思います。それに第一、その、女性が性被害に遭った場合ですね、性犯罪に巻き込まれた場合、訴える人って1割ぐらいらしいんですね。まあ、これは警察の発表らしいんですけども、住んでて思いますけど、海外に。そんなに安全とは私思いません。まあ、これも私の印象論ですかね。はい、次13個目。日本人は礼儀正しい。これ本当にみんなそう思う？私日本で30年間ぐらい働いてたけど、日本の職場で、すごい失礼な人ってめちゃくちゃ多いし、オンラインになるとさ、失礼プラス陰湿なやつばっかしかいなくないですか？これは私非常に疑問に思います。はい、14個目。日本人は勤勉だ。これ言わせていただきますけども、8時間でできる仕事を12時間ダラダラやって、そういうことを勤勉とは言いません。はい、15個目。出羽の神黙れ。海外の方がもっとひどい。これも定番ですよね。じゃあ聞きますけど、あなた、海外行ったことあるのっていうかさ、パスポート持ってる？持ってないよね。ちゃんと海外に行って長期間住んだり、外国人とたくさんコミュニケーションした結果で、こういうことを言おう。こういうことを無責任にパッと書いちゃうと、他の日本人が、日本って問題ないんだ。海外の方がひどいんだって本当に信じちゃう人もいるからね、中には。いい加減なこと言わない。はい。次最後です。日本は優秀な外国人だけ受け入れろ。不良外国人はつまみ出せ。はい。日本って給料安いんですよ。で、しかも円安なんですよ、今。
でそしてブラック企業ばっかりなんですよ。こんな状態で優秀な外国人だけ来てくださいっていうのは、これはね、年収250万で橋本環奈と結婚したいって言ってるようなもんですからね。無理ゲーというか、外国人に対してすごい私は失礼だなと思います。自分たちに見合った外国人が日本にやってきますんで、今日本に来てる外国人と移民を希望している人たちと仲良くするような方向性でいった方がいいと思います。というわけで出羽の神友太郎が思う日本人のおかしなとんちんかんなコメントをについてちょっと語らせていただきました。またなんか疑問に思ったらこういう動画作りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。